Please welcome Tetsuya Ikeda, Senior Director, Media Strategy and Operations, IMX Marketing, Coca-Cola Japan. Anna Toyoshima, General Manager, Account Lead Department 1, Business Producers Division 7, Dentsu Incorporated. Yasuhiro Tominaga, Head of Analytical Consultants, Google Japan.皆様こんにちは。 Google の富永です。日本コカ・コーラの池田です。電通の豊島です。本セッションのテーマは日本コカ・コーラ、電通、Google 3社で取り組む売上効果の検証をベースにした次世代マーケティングへの挑戦と今後の展望です。日本コカ・コーラさんは多くの飲料ブランドをお持ちで多角的にマーケティング活動を展開されていらっしゃいますけれども、池田さん、プロジェクトの背景について早速お話をお伺いできますでしょうか。はい、皆様こんにちは。当社のマーケティングはオーディエンスプランニングという方針で、データを軸に消費者行動を包括的に捉え、ブランドとのつながりを深めてもらうことを目指しています。消費者中心ならば、昨今のメディア接触状況を考えると YouTube への投資を拡大していくことは当然かと思います。そしてその役割はテレビ CM のリーチ補完だけではなく、最終的な購買までミドルファネル以下の役割も期待しています。しかし我々メーカーには課題があります。広告投資が実際の購入につながっているかが判断しにくいということです。それは効果測定が難しいからです。これはメーカーの皆さん共通課題ではないでしょうか。多くのクライアントを支援する広告会社という立場から見て、豊島さんはどう感じますか？はい、電通豊島です。広告の費用対効果を店頭売上データで計測する確立された手法がなく、困っておられるというケースが多いと感じます。監視聴率などメディア指標を使って PDCA は回せても、売上に対する費用対効果はわからないため、広告投資の意思決定につなげることが難しいのではないでしょうか。ありがとうございます。その課題を出発点に、今回は予算規模が大きく効果改善のリターンが見込める緑茶カテゴリー、あやたかでの取り組みをお話しさせていただきます。具体的には Google さん、電通さん、ご紹介をお願いします。ありがとうございます。 Google の富永です。まず効果計測で大事なことは、何か一つの完璧な計測手法というものは存在しないということです。飲料のように店頭で販売される商材はもちろん、 e コマースのようなオンラインビジネスでさえも消費者行動の複雑化であったり、プライバシー保護という観点から計測することが難しくなっています。だからこそ Google は計測手法それぞれの特徴を理解し、複数の手法を使い分けたり組み合わせて意思決定に活用するということを推奨しており、これを次世代の効果計測、モダンメジャメントというふうに呼んでおります。この考え方が取り組みのベースです。その考え方には我々も同感しました。適切に使い分けすることで、投資の意思決定への示唆も多角的に得ることができます。ありがとうございます。あやたかでも実際2つの検証を行いました。複数の手法を組み合わせ、消費財業界における次世代の PDCA サイクルを確立しようという試みです。1つ目はインテージさんの全国小売店パネル調査データ SRI プラスを使って統計的な手法で店頭売上のセールスリフトを検証しました。これは多くのメーカーに業界標準で使われているデータであり、日時で市場全体の購買を推計したものです。ご覧のように YouTube 広告を追加で配信するテスト地域とそうでないコントロール地域を設定し、
それ以外の条件を揃えながらテスト地域のみに配信をしていくことによって、例えば季節性などのバイアスを排除し、追加投資による純増の売上効果を特定できます。結果は YouTube 広告の効果として、テスト地域で2桁成長で店頭売上の純増が見られました。でも結果とともに大事なのは PDCA につながる示唆ですよね。この施策では YouTube 広告の追加でキャンペーン全体のリーチが増加したことに加えて、高いブランドリフトも見られたので、それが着実に売上の純増に結びついたと考えられます。つまりリーチを考慮したメディアプラン、それからブランドリフトの見込めるターゲット設定、こういったものが店頭売上の観点からも重要だということが再確認できました。2つ目の施策は豊島さん、お願いします。はい、ありがとうございます。2つ目の施策は、セブンイレブンの店頭購買データをもとに商品を買ってくれる可能性がより高いと思われるセグメントに配信、売上の綾鷹の売上を引き上げられるかという検証を行いました。実際の店頭購買データをもとにしたアフィニティ配信で、より再現性の高いキャンペーン設計を目指そうという狙いです。具体的には、テスト地域にのみセブンイレブンさんのデータを活用した YouTube 広告投下を行い、セールスリフトを検証しました。加えて、セールスリフトだけでは見えない ID ベースの分析をプライバシーセーフな環境で行いました。結果として本施策でも一定の売上の伸びを確認しました。さらに事後分析から狙い通り購買率の高い消費者にリーチできていることを確認でき、今後のプランニングへの示唆が得られました。両施策ともに PDCA に生かせる示唆を得ることができたことは大きな進歩に感じます。結果を受けて池田さんの所感はどうでしたか？お二人ともありがとうございます。売上効果検証の新たな取り組みを実践できて大変満足しています。施策を通じて綾鷹の売上が向上したことを証明でき、 YouTube 広告への投資と売上という結果を紐付けて確認することができました。これは今まで難しいことでした。ただ望ましい結果が毎回出るとは限りません。大事なのは売上、投資対効果を高めるために試行錯誤することです。例えば別のキャンペーンでセールスリフトが確認できなかったことがありました。しかしその時はフリーケンシーが十分でなかったり、クリエイティブに改善余地があったりと、次回の施策設計につながる学びがありました。まさに試行錯誤 PDCA です。池田さん、ありがとうございます。示唆を得ながらマーケティングのサイクルを磨いていくということが大事だと感じます。そのサイクルは大きなマーケティング投資の意思決定のために最終成果、例えば売上とかコンバージョンですよね、こういったものをベースに検証していく大きな PDCA と、より高頻度に広告キャンペーンベースで最適化していくために、例えばブランドリフトなどの代替指標も使いながら検証していく小さな PDCA、 この両輪を回していくことが重要だと Google は考えています。まさにこれがモダンメジャメントです。では最後に池田さんから今後の展望についてよろしくお願いします。はい、我々メーカーは従来購買データを持ち得ませんでしたが、今回のように各種の協力をもとにセールスリフトの検証が可能になりました。これは単に広告効果の説明責任を果たすということだけではなく、マーケターがより事業成長のドライバーとして活躍できることを意味します。これからも購買データを用いて ROI を追いかけていきます。そして Google の AI で配信を最適化できる YouTube 広告のフォーマット活用も進めたいです。人間では難しい細かなユーザーシグナルを捉え、効果を最大化することに期待し導入していきます。お二人ともここまでありがとうございました。
効果計測を組み合わせ、単に ROI を可視化するだけでなく、次への改善点やさらなる投資の余地というものを掴んでいくことが重要ですね。特に消費財業界においては、購買データの活用やリテールとの連携を我々もさらなるマーケティングの進化のためにご一緒させていただきたいと考えております。会場の皆様にとっても今後へのヒントがあったのではないでしょうか。改めて本日はどうもありがとうございました。